至れりの72分の1スケールミグ3の仮組みを行います。またまたミグですね。それにしてもナンバリングが随分と若いわね。今回のミグは第二次世界大戦の際に使われていたレシプロエンジンの戦闘機なのだ。なるほど、独ソ戦の頃からミグってあったわけね。投稿者もあまり詳しいわけではないのですが、この機体はアドバンスド大戦略で知っている程度。キットは至れり製なわけね。そうそう、このキット自体は昔から認識をしていて、かなり昔に買った記憶もありましたが、実は至れり製の金型ではないようですね。どこの金型でしょうか？ちょっと読み方が正しいか分かりませんが、キャップクロワドシュットというメーカーのようです。フランスのメーカーですかね。南十字製のなんたらって意味ですかね。このフランスのメーカーが発売したのは1978年、至れりから発売されたのが1989年です。随分と間があるわね。まあ、至れりがどこかで金型を引き取ったのでしょうね。その後はズベズダやレベルにも OEM されてるわけね。そうなのだ。ちなみにミグさんよりも古いミグはあるの？このミグさんの原型機にあたるミグ1があります。ミコやん、グレビッチの両名が設計してミグの名を冠する最初の機体ってわけね。このミグ1のエンジンに下級機を取り付けて高高度用戦闘機としたがミグ3みたい。3000機も作られているのね。この機体は胴体の全部は金属製フレームで、後部は木製フレームだったみたい。ソ連機ではラググさんなども木製ですね。主翼も胴体から中央までは金属製で、その先は木製フレームのようです。性能はどうだったの？最高速度は時速640キロ。1940年の同時期の戦闘機に比べると速いですね。1940年というと冷戦がデビューした年、冷戦21型が時速533キロ、 BF109E が時速555キロ、スピットファイアが時速580キロですからね。めちゃくちゃ速いですね。ただ旋回性能や安定性が悪くて扱いづらい機体だったみたいね。独ソ旋回指示は地上援護が主任務ですからね。苦手な低空域では活躍できなかったわけね。速度を生かした一撃離脱戦法などが取られていれば活躍できたのかもしれないけども、パイロットからも不評で姿を消していって、薬腕やラググさんに主力戦闘機の座を奪われたわけね。そのようですね。ちなみに他メーカーからも出ているの？知らないメーカーもありますが、いくつか出ています。なるほど。最初に紹介するのはフロップなのだ。1977年に発売された。このキットは後にレッドスターやエマーからも出ていますね。そして前述通りとなるが、翌年の1978年にキャップクロワドシュットから出た。この金型が至れりに移管されて、1989年に今回紹介するキットが出ることになるわけね。1994年にはズベズダからも出て、2006年にはレベルからも出ることになる。本場ロシアのズベズダからも出ているわけね。2020年にはホビーボスからも出て、2024年にはアモリーからも発売された。ウクライナのメーカーね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは BF109E と空戦中のミグさんなのだ。1941年モスクワ方面での空戦のようね。では中身を開けていくのだ。白いランナーが2枚、透明パーツが1枚、デカールが1枚。組み立て説明書なのだ。塗装図。マーキングは3種類。1941年頃のモスクワ方面の部隊所属機、1942年頃のモスクワ方面の部隊所属機、1941年頃のレニングラード方面の部隊所属機となる。なるほど。部品点数は全部で37点。72分の1スケールの対戦機としては少ない方かしら。では至れりの72分の1スケールミグ3の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で4パーツ。操縦席床とケーキパネル、操縦桿なのだ。シンプルな構成ですね。ケーキパネルはモールド表現。塗るのが面倒ならばドライブラシだけでも良さそうね。パイロットがついてませんね。ついてません。操縦席のディテールがある程度あるのでよしとしましょうか。なるほど。次はエンジンですね。エンジンといっても水冷エンジンとなるので見える部分はありません。胴体に排気管などを後からつける感じね。そういうわけです。次はラジエーターかしら。ラジエーターは2パーツ構成。後ほど胴体の下に取り付けます。最後にプロペラね。プロペラは全部で3パーツ構成。一体成形の3枚プロペラをスピナー前後に挟み込む。プロペラ軸は胴体につけるのね。
次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席とプロペラ軸を挟み込んで接着する。操縦席の塗装は先に済ませた方がいいわね。そうなのだ。胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドになります。シャープではなくぼんやりしたモールドですね。お好みで彫り直しても良いかも。主翼はどうでしょうか？主翼は4パーツ構成。左右主翼下パーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。貼り合わせたら胴体に差し込むのね。そうなのだ。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドとなる。こちらも甘い部分は彫り直しかな。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと同じ構造ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなるので操縦席の開閉選択ができない。キャノピーはちょっと曇ってますかね。白っぽくなっていますね。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで4パーツ構成。タイヤと試着、カバーの構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次は尾輪ね。尾輪は一体成形で1パーツ構成。お好きなタイミングで胴体に接着ね。最後はピトー管とアンテナなのだ。こちらもお好きなタイミングでつけた方が良さそうね。最後に総評なのだ。今回はイタレリの72分の1スケールミグさんの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？大モールドのだるい感じは他のイタレリキットと同じなのですっとイタレリオリジナルだと思っていたキット。最初に出たのが1978年ですからね。その頃のイタレリは基本凸モールドでしたしね。とはいえ古いキットの割には愛はいい感じなのだが外形が合ってるいるかは分かりません。日本人には馴染みの少ない機体ですからね。外形が正しいか分かりませんね。そこら辺はホビーボスやアモリーノキットと比べれば分かるかもね。なるほどね。3000機も作られた戦闘機なんだけどラブグさんやヤクワンに比べると生産数は少ない。ミグを関する戦闘機の割にはキット化もあまりキット化されてないのもそこら辺が理由かもね。ソ連機も面白そうな戦闘機が他にもあるので次は同じイタレリのソ連機であるラボーチキン5も取り扱ってみようかなと思っています。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。